世界経済が不況に突入するかもしれないのだ。 IMF のトップが今日ワシントンで発した警告が世界を震撼させているのだ。ホルムズ海峡が止まれば世界の石油とガスの 20% が消える。日本も例外じゃないのだ。世界が不況って今日だけでそんなに動きがあったんですか？他にも気になるニュースがあるなら全部教えてほしいです。今日2026年4月14日、世界では同時多発的に重要なニュースが動いたのだ。今日は5本まとめてお届けするのだ。IMF の世界リセッション警告、中東の停戦交渉、米国株の動向、アルゼンチンのインフレ危機、そしてルフトハンザの大規模スト、順番に行くのだ。まず1本目、IMF の衝撃警告なのだ。IMF、つまり国際通貨基金の代表クリスタリナ・ゲオルギエワが今日ワシントンで言い切ったのだ。ホルムズ海峡の混乱が夏まで続けば、世界経済は大幅に減速し、一部の国はリセッション、つまり景気後退に陥るリスクがあると TASS などが報じているのだ。ホルムズ海峡が止まるって具体的にどういう状況なんですか？なんとなく重要な場所だとは知ってましたけど、数字で実感できてなくて。ホルムズ海峡は幅わずか50キロ足らずの水路なのだ。でも世界の石油、ガス輸送量の約 20% がここを通るのだ。イメージしてほしいのだが、日本の LNG 輸入の約9割は中東からで、そのほぼ全てがホルムズを通過するのだ。つまり今この海峡が機能しなければ、冬の日本の暖房も工場の電力も全部直撃なのだ。9割が中東から、それって日本の食卓どころか冬の生活インフラ全体が中東次第ってことですよね。他の国で代替できないんですか？短期的な代替は難しいのだ。ただ今日面白い動きがあったのだ。ブルームバーグによると、米国株 S&P500 がイランとの和平交渉進展を受けて最高値更新に迫る上昇を見せたのだ。米国のトランプ大統領は2日以内にパキスタンのイスラマバードで交渉再開の可能性を示唆しているのだ。市場は戦争より対話見かけているわけなのだ。ちょっと整理するとこういう構図なのだ。 IMF は夏まで続いたら不況と警告しながら、市場は2週間の停戦で対話が続くと楽観している。悲観論と楽観論が同じ日に並走しているのが今の世界なのだ。なんか天気予報で晴れ時々台風って言われてる感じなのだ。その対話の具体的な動きって中東のどこかで進んでるんですか？レバノンも交渉してるって聞いたことあるんですが。2本目、レバノン停戦交渉なのだ。ミドル、イースト、アイによると、レバノンの駐米大使なだハマデ・モワードが今日ワシントンでの米国仲介による協議を生産的だったと評価したのだ。停戦の要求、人道危機の緩和、そして100万人以上の難民の帰還、この3点を強調したのだ。注目したいのは100万人以上の難民という数字なのだ。レバノンの人口はわずか約500万人、つまり国民の5人に1人が今も家に帰れていない計算なのだ。生産的という外交的表現の裏にこれだけの人道危機が隠れているわけなのだ。次回の協議の日程はまだ未定で、交渉は続くのだ。5人に1人が家を失ってるって数字で聞くと本当に胸が痛くなります。でもこれが進展すると日本にもメリットがある話ですよね。そうなのだ。中東の停戦が進めばホルムズ海峡の緊張が和らぎ、原油価格の下落につながる。今日ブレント原油はすでに 4.3% 下落して1バレル95ドル台まで下がったのだ。停戦シナリオが強まれば旅行代金も航空券も下がる可能性があるのだ。夏に海外旅行を考えてる人には朗報の流れなのだ。3本目は南米からアルゼンチンのミレイ大統領が今日自ら認めた悪いデータなのだ。ナシオン紙によると3月のインフレ率が 3.4% を記録。これで10ヶ月連続でインフレが加速しているのだ。都市換算にすると実に 47% 超という水準なのだ。ミレイ大統領ってインフレを絶対ゼロにするって豪語してなかったでしたっけ？それで10ヶ月連続で加速ってかなりまずくないですか？その通りなのだ。野党からは完全な失敗という批判が噴出しているのだ。組合指導者のアリアル氏はインフレが2026年にゼロになると言った。その約束はどこへ行ったかと猛批判。第1四半期だけでインフレが 9.4% 積み上がったのだが、ミレイ政権の年間目標として想定していた数字とほぼ同じなのだ。つまり年間予算を3ヶ月で使い切った状態なのだ。ちょっと待ってください。でも逆の見方もできませんか？ミレイの長期縮再生って短期の痛みと引き換えに長期では効く可能性もあるんじゃないですか？日本の財政赤字で同じことをやれって声もありますし、単純に失敗と切り捨てていいのか私は疑問で。鋭い視点なのだ。実はミレイ自身も悪いデータだが説明できる要因があると今日 SNS に投稿しているのだ。
緊縮財政で財政黒字は達成しているのだ。問題は財政は改善、でも庶民の生活は悪化という乖離が続いている点なのだ。大学教員や研究者の実質賃金が 40% 超下落しているという数字も出ているのだ。経済理論と生活実感の間に深い溝があるのだ。4本目はヨーロッパからルフトハンザのスト問題なのだ。FAZ ドイツ紙によると、パイロット組合、コックピット協会が木曜、金曜にも追加ストを宣言。今年これで3回目のストになるのだ。ルフトハンザ、カーゴ、シティライン、ユーロウィングスを合わせて、今週だけで900便以上がキャンセルされているのだ。今年3回目。それってもう慢性化してますよね。争点は何なんですか？お金の問題だけですか？主な争点は退職後の年金制度と給与体系なのだ。組合は、経営側から具体的な提案が一切ない、と批判しているのだ。一方で今週水曜は皮肉なことにルフトハンザ創立100周年の記念式典、メルツ首相も出席予定なのだ。つまり企業のお祝いムードと、パイロットが門前でデモをするという、対照的なシーンが同時に起きているのだ。日本人への影響も直接あるのだ。フランクフルト経由でヨーロッパへ飛ぶ便はルフトハンザが多いのだ。この夏に欧州旅行を予定している人は、代替便の確認や旅行保険の確認を今すぐやっておくべきなのだ。一方で朗報もあって、組合側がストとセットで、調停、の申し入れをしており、ルフトハンザ側も前向きに検討する、と回答しているのだ。ここで冒頭の IMF 警告に戻るのだ。今日5つのニュースを見て気づくことがあるのだ。中東の停戦交渉、米国の対イラン圧力、アルゼンチンのインフレ、欧州のストライキ、全部バラバラに見えて実は同じ根っこにつながっているのだ。それはエネルギー価格と地政学リスクという一本の糸なのだ。5本聞いて、個人的には今一番怖いのは IMF のシナリオですね。夏まで状況が続けば、ってあと3ヶ月しかないですよね。先輩の読みはどうですか？正直に言うのだ。今日の動きを見ると、市場は楽観だが IMF の警告は重いのだ。僕の見立てでは、今後2週間が分岐点なのだ。イランとアメリカの交渉がイスラマバードで再開されれば停戦ムードが強まり、逆に交渉が決裂すれば原油価格は再び跳ね上がり、日本の輸入コストに直撃するのだ。今日覚えてほしい数字は1つ、2週間なのだ。この期間にシナリオが決まるのだ。今日のニュースを見て、自分ならどのシナリオにかけるかをコメント欄に書いてほしいのだ。停戦成立か、交渉決裂か、一言でいいのだ。2週間後に答え合わせするのだ。毎週水曜日はテック最前線もお届けしているのだ。来週もテック最前線でお届けするのだ。今日も最後まで見てくれてありがとうなのだ。このチャンネルでは毎日海外ニュースを日本語でわかりやすく解説しているのだ。チャンネル登録と高評価ボタンを押して応援してくれると、ずんだもんがもっと頑張れるのだ。明日も世界の動きをお届けするのだ。また明日なのだ。